あなたのそばにいるその人は本当に信用できる人ですか？遡ること9年前の2013年5月17日、舞台はアメリカカリフォルニア州オレンジ。軍内のとある図書館に真剣な面持ちで調べ物をしている一人の男の姿がありました。おい、あの男のパソコン画面共有できるか？そう話すのはこの数日男の動向を追っていた警察官。男はある事件への関与が疑われており、警察は決定打となる手がかりを探していたんです。警察官が眺めていたモニターには男が操作するパソコンの画面が映し出されます。男が調べていたものは地図の航空写真でした。すると次の瞬間、男はある地点にカーソルを合わせ一気にズーム。この場所に何かあるというのか、警察は男が調べていた現場へ向かうことにしました。すると現場には警察も想定外の光景が待っていたんです。そこにあったのは女性のフラン死体だったんです。ある男が検索していた場所から見つかった女性の遺体。その男と女性の間には一体何があったのか。事件のきっかけは男が繰り広げたブレーキの効かない妄想だったんです。おさす、誰かに依存するんじゃなくて自分の道を作ろう。ケンちゃんです。灼熱の太陽よりキラッキラに熱い女、闇です。本日皆様にご紹介するのはアメリカのカリフォルニア州で起こったとある殺人事件についてなんです。この事件ですね、犯人が相当気持ち悪いとして有名になった事件です。殺人犯なんて大体気持ち悪いやつじゃない。ですがね、この事件、他の事件とは違った激ヤバなやつだったんです。まずはね、事件当日の様子から見ていきたいと思います。忍び寄る影。遡ること9年前の2013年、アメリカカリフォルニア州オレンジ郡。36歳の元軍人の女性マリベル・ラモスはクワンチョル・ジョイという男性と2人で暮らしていました。おはよう、コーヒーでいい？休日の朝、ジョイが目を覚ましキッチンに向かうと、湯気の立つポットを手に爽やかな笑顔で迎えるマリベル。ああ、頼むよ。まだ眠りから覚めきらない目をこすりながらジョイがテーブルに目をやると、そこには焼きたてのトーストと目玉焼き、新鮮なフルーツやサラダなど色とりどりの食事が並んでいました。幸せだな。ジョイにとっては何気ない毎日が夢のようでした。というのもジョイは55歳でこの年までずっと独身。両親もすでに他界しており、マリベルと暮らし始めるまで天涯孤独の身だったんです。一方マリベルはジョイよりも19歳も年下。元軍人ということもあり、姉御肌で頼りがいのある女性でした。こんな素敵な彼女が自分のことを必要としてくれる。ジョイにとってマリベルは愛おしくてたまらない存在でもあり、誇りでもあったんです。ずいぶん年が離れてたんだろうけども、愛し合う二人には関係ないわよね。ですがね、そんな幸せな日が突然終わりを迎えるんです。2013年5月2日午後9時頃、ちょっと気分転換してくる。ジョイはマリベルを一人家に残しドライブに出かけました。そして1時間後、ジョイが帰宅するとマリベルは家を留守にしていました。買い物にでも出かけたのか。ジョイはそう考えたんですが、マリベルは翌朝になっても戻りませんでした。連絡も一切取れなかったため、心配になったジョイは警察に通報することに。恋人が出かけたきり帰ってこないんです。いつもは黙って外泊するようなこともないし、ちょっと心配で。警察がマリベルの家を捜査すると、なくなっていたのはマリベルの財布とスマホ、そして家の鍵。部屋に変わった様子もなく事件性はないと判断されました。しかし実はこの時、この家にはいつもと明らかに違う点が一つあったんです。それは家の前に止められていた車の中から双眼鏡でこちらを覗いている人物がいたこと。怖えな。警察はその存在に一切気がついていなかったんです。ちゃんこ怪しいじゃないのよ。警察気づきなさいよ。落ち着いてください。実はですね、マリベルはですね、この双眼鏡で覗いていた人物についてある手がかり、ヒントを残していたんです。怪しい男。マリベルが失踪する12日前、警察に一本の電話が入りました。はい、警察です。電話の主はマリベル。彼女はひどく怯えた様子でこう言います。この電話は録音されていますか？記録として残してほしいんです。私、あの男が怖くて。マリベルが恐れるあの男とは一体誰なのか。その正体を知るには彼女が失踪する1年前まで遡る必要があるんです。マリベルにはルーシーという仲のいい妹がいました。1年前のある日、ルーシーがいつものように自宅で過ごしていると、ある男から電話がかかってきたんです。はい。ああ、何の用ですか？電話の男はマリベルと妹ルーシーの共通の知人。あまり気乗りしない相手だったため、ルーシーは気のない返答をしていました。すると男が突然こんなことを言い出したんです。マリベルは結婚して子供を産むのが夢らしい。だから僕が、その相手になってあげようと思うんだ。ルーシーは背筋が凍りつくような感覚を覚えました。なぜならその男はマリベルの彼氏でもなければ恋愛対象になるとはとても思えない相手だったから。ストーカーってこと？一応ね、知人ではあったそうなんですけど、この男に本当にヤバい雰囲気を醸し出してたんで、ルーシーは警戒はしていたようなんです。
現場検証ではマリベルの失踪に事件性はないと判断されたものの、このようにマリベルの周囲に怪しい人物がうろついていたことは確か。妹ルーシーがあの男が怪しいと強く訴えたこともあり、警察は殺人や誘拐事件の可能性も視野に入れ捜査を進めることにしました。一方でジョイも警察の捜査やマスコミの取材に熱心に応じ、一刻も早くマリベルが見つかることを望んでいました。彼女は僕の唯一の家族なんです。お願いだよマリベル、一日でも早く帰ってきて。二人の仲睦まじい姿を知っていた近隣住民たちは哀れみの目を向けました。そりゃジョイはこんなことになっちゃってショックよね。何者なの本当に。それがですね、意外な人物だったんです。あの男の正体。警察はマリベルをストーカーしていた男を24時間体制で監視することにしました。そしてマリベル失踪から2週間後、警察は男が犯人であるという決定的な証拠をつかむんです。その日、図書館に出かけた男はパソコンの前に座ると真剣な面持ちで調べ物を始めました。おい、あいつは何を見ているんだ。すかさず一人の警察官が男のパソコン画面を遠隔で確認。男が調べていたのは死体が腐敗するまでの時間。やはりこの男がマリベルを。監視カメラに映る男を睨みつける警察官。そんなこととはつゆ知らず、男は検索画面に文字を打ち込む。サンターナ山脈モジェスカキャニオン。画面に映し出されたのは小さな集落の地図だった。すると次の瞬間、男は航空写真に切り替えると、ある地点に注意深くカーソルを合わせ、一気にズームし始めた。あの場所に何かあるはずだ。探せ。何ストーカーが調べてたの？まさかさ。そうなんです。警察はですね、現場に向かってね、男が隠していたあるものをついに見つけてしまうんです。男が調べていた現場に警察が向かうと、そこは枯れ草と石だらけの荒れ地でした。一見何もないように見えるこの場所で、一人の警察官が地面から不自然に飛び出している何かを発見します。あれはなんだ。恐る恐る近づいていく警察官。徐々に鮮明になってくるそれは、土から飛び出した人間の足だったんです。なんとそこにはマリベルの遺体が埋められていました。これはやはり殺したのは奴だったか。遺体の場所を犯人以外が知るはずもなく、図書館でこの場所を調べていた男がマリベルを殺害遺棄したことはほぼ確実でした。警察はすぐに男の逮捕に走ります。そして逮捕されたその男の正体はなんとジョイだったんです。マリベルが恐れていたストーカーとは一緒に暮らしていたジョイのことでした。周囲からはカップルのように見えていたマリベルとジョイでしたが、本当の関係はただのルームメイト。二人恋人同士じゃなかったの？実はね、ジョイの一方的な片思いだった。いやいや、気持ち悪いそれ。そしてこのジョイはですね、事件とかね、そういうのに発展しやすいとちょっと言われてしまっているね、とある障害を抱えていたんです。というわけで本日のメトラキーワード、クレランボー症候群について。クレランボー症候群とは、実際は恋愛対象とされていないのに、相手の方が自分より強い恋愛感情を持っていると思い込む妄想障害のこと。相手から否定されたとしても自分の非を認めず、相手に責任があると思い込む傾向があるんです。脅迫や暴力などで自分が優位に立とうとするのもクレランボー症候群の特徴。本人は愛されていると思っているのに、事実は違うことから期待、悔しさ、怨恨のパターンをたどることが多く、相手に危害を加える事態に発展することもしばしばあるんです。相手が自分のこと好きだって思い込んじゃってるからさ、的外れな行動ばっかするってことでしょ？そうなんです。最終的にね、相手を憎むっていうところまで発展するのがもう本当に恐ろしい。相手からしたら何のこっちゃよ。実はマリベルが行方不明になった当日にもジョイは不審な行動をしていました。その日、警察はジョイから通報を受け、マリベルの家へ向かいましたが、家には鍵がかかっていて誰もいませんでした。そのため警察は鍵を無理やりこじ開けて家の中に入ったんです。ジョイはこの時一体何をしていたのか。実は警察が現場検証を行った時、家の前の車から双眼鏡で覗いていた男はジョイだったんです。そして1時間後、ジョイは何事もなかったかのように車から降りてくると、警察に話しかけました。何か分かりましたか？そう話すジョイの腕には無数の引っかき傷が。今考えればこれはマリベルとジョイが揉み合いになった時についたものだと容易に想像ができるんです。このように遺体の隠し場所を知っていたこと以外にも怪しさ満点のジョイ。しかし彼は逮捕後一貫してこう主張するんです。世界中を探しても僕ほどマリベルを必要としている人はいませんよ。それなのに僕が彼女を殺すわけないじゃないですか。往生際の悪い男ね。どう見ても犯人じゃない。なんそもそもマリベルこんなやつと同居してんのよ。それがですね、実はマリベルはジョイを相当に気に入ってね、ルームシェアを開始しているんです。仮面に隠された本性。マリベルがルームメイトを募集したのは事件が起こる1年半前のこと。きっかけは一緒に住んでいた母親が病死したためでした。そしてこの時に応募してきたのがジョイ。ジョイは転職のためオレンジ郡で新居を探していると話していました。彼はマリベルとの面接でこんなアピールをしたんです。僕はこれまでずっと独身だし家族もいません。だから家に人を呼ぶこともないです。実はこの条件がマリベルにはドンピシャ。軍隊を引退したマリベルは刑事裁判の学位を取得するため仕事をしながら大学に通っていました。そのため家にいる間は集中して勉強したかったんです。さらにもう一つ決め手となったの
ったのがジョイのこんな一言。僕が求める条件はただ一つ。飼い犬と一緒に住めること。自身も犬を飼っていたマリベルはこれを聞き、犬好きに悪い人はいないわとジョイのルームシェアを即決しました。しかしジョイのこれらの話は全て嘘。マリベルが求めてた条件に全て合うように嘘ついてたってことでしょ。じゃあ本当の入居理由は何だったの？それがですね、マジで激ヤバな理由だったんです。ジョイが引っ越し先を探していた本当の理由は地元に住めなくなったから。ジョイは両親の遺産相続について妹と揉め、接近禁止命令が出されていたんです。接近禁止命令とは、近親者に対する DV の疑いがある場合などに下されるもので、違反者には懲役刑や罰金刑が課されます。つまり、ジョイは家族からも縁を切られるくらいヤバい男だったんですが、マリベルは彼の偽りの姿に騙され、ルームシェアを始めてしまったんです。ルームシェアが始まると、ジョイは仕事に出かける以外、部屋で一人静かに過ごすことがほとんどでした。それがなぜ、急にマリベルの恋人を気取る事態になってしまったのか。きっかけはマリベルの優しさでした。ジョイ、今日はショッピングモールまで買い物に行くんだけど、よかったら付き合ってくれない？ああ、いいのかい。嬉しいな。君から誘ってくれるなんて。マリベルはいつも家に一人でいるジョイを気の毒に思い、たびたび外に連れ出すようになっていたんです。するとジョイは近隣住民に対してこんな振る舞いをするようになりました。いつも一緒に犬の散歩をしている人は奥さん？いやー、結婚はまだなんですよ。そうなんですか。若い人を捕まえましたね。羨ましいな。わ、完全に勘違いしてんじゃない。だからなんか周りから見ても恋人だって勘違いしてたってことでしょ。そうなんです。そしてジョイはついに暴走してしまうんです。ある日、マリベルはジョイにこんな話をしました。私の夢は愛する人と結婚して子供を持つことなの。マリベルにとっては何気ない会話だったんですが、ジョイの脳内ではこのように変換されました。これは僕と家庭を作りたいというアピールだ。怖えな。そしてジョイはマリベルの妹ルーシーに、マリベルの結婚相手は自分じゃダメかという奇妙な電話をかけるんです。しかしルーシーからの返事は彼にとって予想外のものでした。あなたは姉とは年が離れすぎている。姉があなたのことを男性として好きになるとは思えないわ。心配になったルーシーはマリベルにも忠告しました。お姉ちゃん、あの男と一緒に住むのはやめて。ところがマリベルは、ジョイとはちゃんと話し合って誤解が解けたから安心してと妹の忠告を聞き入れようとしなかったんです。マリベル怖くなかったのかしら。マリベルからしたらね、ジョイとは友人関係としてのね、信頼がね、できているって思ってたからね、話せば分かってくれると思ってたんです。ですが、ジョイはこの後、驚きの行動に出てしまうんです。妹ルーシーがマリベルの家に遊びに出かけた日のこと、姉妹でおしゃべりに花を咲かせているとジョイが帰宅しました。この時、マリベルとルーシーはいつもとは違う彼の姿に驚かされるんです。どうしたの？事故にでもあったの？ジョイの顔には包帯がぐるぐると巻かれていました。そして姉妹が心配そうにジョイに駆け寄ると彼はこう答えたんです。大丈夫、なんでもないんだ。ちょっと整形しただけ。どういうこと？ジョイは目元をパッチリさせる整形手術を受けてきたというんです。かかった費用はなんと160万円。さらに腕に大きな虎のタトゥーを入れ、服は流行りのものを着るように。すべて若作りをしてマリベルの気を引くためでした。しかし彼の思惑とは裏腹にジョイに対するマリベルの視線は冷たくなっていきました。なぜならジョイが家賃を払わなくなっていたから。整形の前にそこ払えや。ジョイはありったけの金をすべて若作りにつぎ込んでしまっていたんです。もうおバカさん、おバカさんだこいつは。いやいやいや、好きになってほしいならさ、まず信頼を裏切らないとこから家賃払いなさいよ。これにはですね、彼なりの謎理論があったようです。謎理論？ジョイが突拍子もない行動に出たのはこんな考えがあったから。マリベルを幸せにできるのは自分しかいない。それなのにマリベルが逃げ切れないのは自分が19歳も年上だからだ。つまりジョイは自分の見た目が若くなればマリベルが伴侶として認めてくれると考えたんです。しかしジョイのそんな思惑は外れ、ある日堪忍袋の尾が切れたマリベルにこう告げられることになるんです。いくら友達でも限度があるわ。家賃を払わないなら出て行って。するとジョイは別人のように表変。お前のためにここまでしてやったのに友達だと。俺のものにならないなら殺してやる。この時のジョイの怒りは尋常ではなく身の危険を感じたマリベルは警察に相談。警察を含めた話し合いが行われ、ジョイは1週間後に退去するということで合意しました。しかし約束の日が来てもジョイは出て行かなかったんです。そしてマリベルが行方不明になった5月2日の夜、この時も周囲の証言から2人が激しい口論をしていたことが確認されているんです。口論の末殺されたってことでしょ？マリベルの死因っていうのが特定できなかったので、ジョイを立証できなかったんですよ。そしてジョイはですね、裁判でこの立証できないという点を大いに利用し始めるんです。ジョイは逮捕された後もマリベルの殺害を一貫して否認。彼の弁護士は裁判でこう主張したんです。ジョイが遺体のある場所を知っていたのは確かです。しかしそれは彼が遺体を隠した証拠であり、マリベルを殺したという証拠にはなり得ません。続けてジョイもこう訴えます。私が彼女を殺したっていう証拠があるんでしょうか？あるなら見せてください。私はマリベルのことを最も愛している人間なんですよ。ジョイはマリベルの死因が特定できないことを利用し、のらりくらりと罪を逃れようとしたんです。そして裁判の結果、ジョイに下された判決は有罪。
再審請求を行うも受理されず、ジョイには懲役15年以上の刑が課されました。マリベルの妹は裁判後のインタビューにこう答えています。姉は人のいいところを見つけ、どんな人にも平等に接する優しくて強い人でした。ジョイが姉を殺したのは明らかです。それなのに彼は自分が姉を最も愛している人間だと言うんですか？この事件は2022年、ネットフリックスで史上最悪のルームメイトという作品にもなっているんです。ルームシェアの影の部分がよくわかると注目を集めました。ジョイは罪を認めないまま近々仮釈放される可能性もあるというんです。ルームメイトを募集する際にはくれぐれもご注意を。おざっす皆さんね、歩み寄りのイラストでね、T シャツ欲しいってめっちゃそうねもういろんな人から連絡来て DM 来てコメント来たんでちゃんと作りました。でパーカーをね以前買ってくれた方だったらわかると思うんですけど、今回もクオリティ高いです。一個一個説明するとですね、なんとこの胸元刺繍でございます。で背中ね、これシルクプリントでできてるんです。色味がはっきり出ております。そしてなんと生地が分厚いんでシワになりにくいんですよ、これがね。なのでね、僕最近ずっとこれ着てるからヘビロテできるわね、うん普通に夏場にね。友達にずっとそれ着てんじゃんってあんたこれしか持ってないと思うみ。たいに思われてるぐらいマジで最高なんですこれ。私も似合ってる？うん夏フェスに一緒に行った彼女で使っていいわよ。彼女と夏フェスナウで使っていいよ。あ、そう、あ、それ。まあ本当に夏はもちろんね、室内とかでもオールシーズン着れるし、クオリティめちゃくちゃ自信あるんで、まあでも前回ですね、パーカー出した時一瞬で売り切れちゃったんで、今回もすぐ売り切れたら本当に申し訳ないです。逆にこだわりすぎたがゆえに、一回再入荷するのにめっちゃ時間かかっちゃうんですよ。でもそれぐらいね、マジで今回もいいものができたので、よかったら覗いていっていただければと思います。ブランドアルゴメトリーよろしくお願いします。